はい、皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月、11月、12月と3ヶ月をまとめて星の解説させていただきます。もう残り3ヶ月しかないということで、有意義に過ごせるように星を解説するんですが、タロットと違って星の動きっていうのは私たちの意識で変えられない部分なので、運勢、天気予報として活かしていただければ嬉しいです。そして最後にはタロットでも3ヶ月分まとめて気をつけることを見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。ではよろしくお願いします。ではここから天秤座さんの3ヶ月をお伝えします。まず10月ですが、新しい始まりの1ヶ月となりそうです。10月はお誕生日迎えている方も多いと思うんですね。おめでとうございます。お誕生日から新しい1年っていうのもいいんですが、特に今年の10月っていうのは天秤座で起こる日食があります。金環日食です。この日食っていうのは新月よりもさらにパワーアップ、強いエネルギーだと捉えていただくと分かりやすいと思うんですが、この日食から次の日食まで影響がある大きな一つのテーマがある、気づきがあるっていうふうに言われてまして、それが天秤座の皆さんにとっては新しい自分の発見っていうことがあるんじゃないかなと思いました。約半年かけて新しい自分をどんどん発見していく、そのきっかけとなる最初の月が10月ということです。はい、でこれはですね、天秤座さんの特徴である他者と調和する、他者と協力して何かをするとか、ハーモニーを奏でながらね、平和と愛で生きるみたいな方が多いと思うんですけれども、他者との関わりも通して他者を通しながら自分自身を深く深く知っていくっていうとっても大きなテーマがあるので、何かこの10月から始めてみよう、もう早い方も9月のね後半末ぐらいから感じていらっしゃる方も多いかと思うんですが、何かしよう、この秋から何かしようっていうのは多分全部 OK な話だと思います。いいことだと思います。言い換えれば、自分ってこんな人間だって思ってるこの自分のイメージ像自体がもしかしたら間違ってるかもしれませんよね。思い込みかもしれないので、それを他者を通して自分を知っていくということで、中にはですけど、もしかしたら少し体調がおかしいなって思う方もいらっしゃるかもしれません。これは日食の時ってやはりエネルギーがとても不安定になるので、ちょっとなんか病気ではないんですけれども、眠たいなとかだるいなとか、そういう不調な感じを感じていたとしたら、それだけ新しい自分になるための波動調整が行われてるんだと思って、心配しすぎずにゆっくり休むようにしてください。日食過ぎればだんだん落ち着いてきます。でもし体のこともなんですが、ちょうどね、今年からのテーマとして健康に気をつけましょうとか、いろんなことをこなしていくための日常生活しっかりやりましょうねっていうテーマもあったと思うので、もしお体のこと何か今向き合ってますっていう方は、本当にそれはいいきっかけだと思います。本当の自分を知っていくきっかけ、もし体の不調として出ていたとしても、それも過去の自分が気づかなかった不調和なエネルギーっていうのを自分の体が溜め込んでいて、それを今体を通して表現しているだけなので、手放していってるっていう段階ですから、そこではいい流れだと思っておいてください。そしてもしね、よしここからやるぞみたいな強い決意を持たれている方っていうのは、もちろん意志は強くバッチリ OK でも、それに伴う体力も必要ということで、体力も頑張ってつけていかなきゃいけないんですね。その始まりだと思ってください。そして10月24日から流れまた少し変わりまして、自分の価値とかお金っていうものに焦点が当たってきます。でこれは実際にお金を稼ぐとかお金が入ってくるっていうこともあるかもしれませんが、より一層深く自分の大事にしているものをどこまで自分の価値を認められるかとか、他者との関わりの中でいつもだったら人に合わせるけれども、この11月10月末から11月にかけては自分の意思を、自分の思いを大事にしたいっていうふうに何か働きかけてみるっていうふうにするのがいい時なんですね。それが結果としてお金にもつながったり、自分の価値の構築につながってくるという流れです。はい、そして10月29日が部分日食なんですが、これもまたその先ほどの自分の価値っていうのをどのように形にしていくかっていうのを一番際立ちますので、一つは直感が冴えたりとかこだわりが強くなるっていうこともありますが、今まで何か思いを形にできなかった方っていうのは、何か思いを作る、なんかプロダクトを作るみたいな、そういった動きもあるかもなという感じがします。
そして11月は自分の感覚を認めて肥やしていく1ヶ月です。これも先ほど言った10月の末からもう始まってるんですが、何か金銭的なことを膨らませていく、金を上げていく、お金を稼いでいくということもそうですし、自分の感覚を育てていく、認めていく、もっともっと豊かになっていく自分がですね、そういうふうにそんな流れに使っていく方もいらっしゃると思います。そして11月の中では11月8日から金星という社交性や華やかさ、美しさ、お金とか愛情っていうものが天秤座に入ってきますので、さらに美しさに磨きがかかる感じがします。もっと綺麗になろうとか、もっと自分のこと好きになろうっていう流れが起きそうなんですね。でこれは自分はそんなにそこまで自分をうまく綺麗に見せなくてもいいよって思ってらっしゃる方もですね、自分自身の存在に価値を置けるようになったり、他者からモテたり、何かいいね評価を受けたりしやすいので、ぜひここはおごらずにですけども、変に謙遜しすぎずに自分というものを美しく表現していってください。その自分の感覚だからこそ生まれてくるものっていうものが、なんかとても美しいものが生まれてきそうな気がするんですよね。そして11月の中で大事なのはもう一つ、11月13日の新月です。この新月も何かを決めるっていうのがとてもいい時なんですが、今自分に何が必要か、本当はね、必要なものは全てもうすでに持っているはずなんですけれども、でも何か具体的にやっていく、行動していく上で、これが必要だなって思ったものを意図していただくと、それが入ってきやすい流れになります。そして今年は特に後半はですね、他者からの応援が届きやすいとか、例えばですけど借り入れしやすいとか、評価が上がりやすいっていうのがありますので、他者の応援を受けて自分の価値を上げていくことができるのが11月だと思っておいてください。そして12月は軽快に動いていく、コミュニケーションが活発な1ヶ月になりそうです。はい、これもまた11月の末ぐらいからもう入ってくるエネルギーで、11月27日が満月なので、その満月を機に誰とつながるのかとかね、遠いとこから引き合うみたいなエネルギーがありまして、12月も引き続きそのエネルギーのまま自分がすごく流動的に動いていける、バイタリティがあるっていう感じなんですね。もちろん好奇心も湧いてきますし、いろんな人とコミュニケーションを取ったり調べたりしながら物事が動き出すっていう形です。調べ物をしたり、例えば SNS の発信をしたりとかっていうのもすごく広がりそうな時ですね。12月は13日が新月です。で同時にこの13日から水星が逆行しますので、少しねビジネスの契約とか交渉は確認、余裕を持った確認っていうのが必要になってきます。スケジュールもそうですね。何か交通事情が延滞しやすい、遅延が起きやすいので、余裕を持って行動できるように、またはスケジュールを変更できるようなちょっと幅を持たせておくのもいいと思います。ということでちょっとまとめますと、皆さんいかがでしたでしょうか。今年の3月から5月6月あたりに起きたこと、まさか自分がみたいなことってありましたでしょうか。何か自分から湧いてきた可能性があるとか、こんなことしたいと思ってなかったけどしてみようかなと思ったとか、そう何か情熱が湧いてくるっていうことがあったんじゃないかなと思うんですが、それはですね、引き続き来年の1月末からやってくるんですね。もう一回経験して、なんとなく準備ができた、なんか免疫ができたという感じで、その上で来年何に挑戦したいですか、人生をどう評価してどう表現してクリエイティブに作っていきたいですかっていう流れが始まります。なのでその前のこの3ヶ月っていうのは、もう特にね、天秤座さんはもう10月がドカーンと自分の星座で起こる日食なので、レールが変わるってガクンとレールが変わる感じがあり、そこで大事なのはもう自分っていうものを深く知ること。思い込みの自分ではなくて、本当の自分ってこんなのなのかなとか、もしかしてこうなのかなっていうのを他者を通して知っていく、もっともっと深い可能性を見ていく。そして11月はその価値を認めていく、どんどん肥やしていく、感覚を強くしていく、お金も稼いでいく。そして12月は動いていく、誰と関わるのか、どこに行くのか、何をするのか、そこで得た情報をいっぱい可能性っていうのを持って、また
1月に収めていくっていう流れになります。そしてまた1月末2月からね挑戦みたいな感じで出てくるので、来年の2月もとてもいいんですけど、ちょっと来年の話は先の話になってしまうんですが、もしちょっと先に知りたいよという方はカペラートノート2024年がもう受付予約販売していますので、よかったら概要欄から詳細ご覧ください。来年もねとっても華やかな年なので、ぜひこの流れを生かしてほしいと思います。ということで、この3ヶ月の流れを踏まえてタロットも見させてください。太陽ということ、すごい。12月は本当にやったーって言ってもう晴れ晴れしい。